こんにちは、Mハポネサです。今回の動画は2023年の11月にドミニカ共和国に行った時の動画になります。まずプンタカーナ空港に到着し、レンタカーをピックアップして今回の滞在先まで向かいました。今回も Airbnb を使いましたが、家族3人だったこともあり、小さめなお部屋を選びました。アメリカのドルでだいたい1泊80ドルくらいでした。着いてまず最初にすることはスーパーへ買い出し。ここのエリアはバーガーキング、ピザ屋さん、大型スーパー、アイキアなどがあります。早速子供が好きなバーガーキングのオニオンリングを買いましたが、かなりクリスピーに焼けていて子供は全然食べませんでした。前食べた時は美味しかったんですが、これはカリブあるあるなのかもしれないですが、私たちが今回頼んだバーガーのお肉もかなり硬かったです。行った時期が11月の後半だったこともあり、クリスマスのデコレーションがありました。今回は私の大好きなスターバックスコーヒーがプンタカーナ空港の近くにできていて、初めて行ってきました。空港からはすぐですが、私たちの滞在先からは車で20分ぐらいの距離がありました。ドミニカ共和国はサントドミンゴコーヒーが有名なので、スターバックスコーヒーは私が知っているのは空港にある2軒のみです。初めてドミニカ共和国に来てから10年以上経ちますが、アイスコーヒー、アイスラテが売ってるようになったのはここ 2,3 年です。それまではアイスコーヒー、アイスラテ自体が存在しませんでした。どうやって飲んでいたかというと、いつも氷とコップをお願いしてました。正直今でも多くの場所はフローズンドリンクですでに甘かったり、なかなか美味しいアイスラテに出会えてません。スターバックスコーヒーはやっぱりミルクが違うのか、コーヒーの味は少しいつものとは違いました。値段はアメリカより少し高かったと思います。ここは滞在先の中にあるプールになります。お部屋からは歩いて 5,6 分の距離にあり、私たちがプールで遊んでる時は誰も来ませんでした。すっごい大きいプールではないですが、家族だけでゆっくり遊べたのでとても良かったです。その後は車で3時間かけて主人の実家に向かいました。夕方になると首都のサントドミンゴのエリアはとても渋滞するので、いつも予定時間より到着時間は遅くなります。これは渋滞の中、信号が変わるのを待っている間になりますが、頼んでもないのに小銭を稼ぐために窓拭きをしてくる人たちがいます。もしも窓拭きをされた場合は仕方なく小銭を渡しています。もちろん車をきれいにしてもらいたい時はあるんですが、あんまりきれいにはなりません。あと基本的に私たちはエアコンを使っていて、車の窓は開けてないです。そうでなくても携帯とか電子機器を持っていることを外に見せないように気をつけるように主人にうるさく言われてます。主人の実家に着いた頃は外はだいぶ暗くなっていました。その日の夜は主人の実家に一泊して、翌日次の目的地に向かいました。今回は私たち家族と義理の父と親戚と1泊2日で出かけました。今回の目的地は2カ所ありますが、まず最初の目的地のハラバコアに向かいました。ハラバコアまでの距離は車でだいたい2時間ちょっとでした。実は私はハラバコアのことを知ったのはここ数年で、いつも主人と行ってみたいと思ってはいたんですが、機会がなく今回初めて行けました。まずはお腹が空いたので観光しながらランチをしました。このエリアには観光客目当てに商売している人が多く、中には写真、ビデオを撮ってお金をもらっている人がいました。私たちも何回も誘われましたが、
私があんまり好きではなく断りました。確か車もここの近くに駐車しましたが 2,3 時間で5ドルぐらいでした。相変わらず外でのご飯はハエと戦いながらでしたが、私はチュラスコを美味しくいただきました。旅行の際は移動が多くなってしまいがちですが、なるべく公園などを見つけて子供を遊ばせてあげるようにしてます。実はこの公園の横は山と川になっていて、馬の貸し出しをしていました。私は馬が大好きなのでぜひ乗りたかったんですが、一人で乗るか誰かの後ろに乗らないといけなかったので断念しました。今回のハラバコアでの滞在先は山道を上がっていったところのお家を借りました。お部屋の数は2部屋とベッドが4台あり、 Airbnb で1泊アメリカのドルで150ドルぐらいでした。この滞在先で一番の醍醐味はこの景色です。本当に綺麗でした。夜は少し冷え込むということでパーカーを準備し、ジャグジーが温まるのを待ちました。私は白ワインを片手にジャグジーを楽しみながら、主人は前日3時間以上、この日は2時間以上の運転で疲れた体を癒しました。結露の窓を開けると本当に幸せな朝でした。私は日本でも緑が多いところに生まれ育ったので、やっぱり山を見ると心が落ち着きます。そして朝ごはんはみんなはパンを食べていましたが、私はいつものどん兵衛です。次の目的地までは車で1時間から1時間半かかるところに行きました。その1時間の間はずっと山道を登っては下がって登っては下がってのくねくね道が続きました。ただそんな山道の崖沿いにこのように家がありびっくりしました。今までサンティアゴの山の中やサマナに行く途中の高速の山道は体験したことありますが、この山道の経験は初めてでした。そしてこの山道を通る中で日本人としていろんな感情がありました。目的地は私も私の主人も家族も訪れるのは今回が初めてなコンタンサです。コンタンサの街の中に入るとジャパニーズっていう文字を多く目にしました。ここコンタンサは第二次世界大戦後1956年頃から日本人家族が移り住んだ土地の一つです。コンタンサはコーヒーだったり野菜、果物が多く作られています。私のコンタンサの印象はとにかく山は綺麗で、道路などもものすごく綺麗な印象を受けました。義理の父はもともと山が大好きで、コンタンサに来て本当に感動していて帰りたくないと言っていました。そして私たちは有山さん家族が経営しているいちご農園に行きました。私たちが行った時は1組ずつ案内されていきました。ですのでもしかしたら完全予約制かもしれないですが、一応私たちもオンラインで事前にチケットを買って時間を予約して行きました。最初にウェイティングエリアでみんなで写真を撮ったり記念撮影をしたりしてました。次の場所に案内されると、そこには小さいお部屋があり、暖炉とクリスマスツリーがありました。
そこでみんなでマシュマロを焼く体験ができました。マシュマロを焼くのはなかなかすぐ焦げてしまって難しかったです。その後はここで採れたいちごとストロベリーティーをいただきました。とても美味しかったです。最後にストロベリースムージーをいただきましたが、これが本当にフレッシュで美味しかったです。ぜひまたいちご狩りができる時に戻ってきたいと思っています。その後は野菜などを買って帰れる場所を探しました。立ち寄ったところは数が多い販売しかしてなくて、基本的に大型スーパーに卸してるそうでした。その後スーパーに立ち寄って、私は旅行中だったので買いませんでしたが、主人のいとこはスーパーで買い物をしてました。義理の父が生まれ育った場所にはコンタンサからパン屋さんがパンを売りに来ていたということで、コンタンサで一番古いパン屋さんを探して行ってきました。見ての通り義理の父はすごく喜んでいて、いっぱい買っていました。私たち家族は本当にコンタンサが気に入りました。ぜひまた戻ってきたいです。この後私たちは主人の実家に戻り、一泊し、翌朝プンタカーナに戻りました。戻ってからは知り合いに招待してもらい、一泊知り合いのお家に泊まりに行きました。ここはハードロックカフェのリゾートの中にあるコンドミニアムで、部屋は2ベッドルーム、2バス、ベランダにジャグジーがありました。ビーチクラブはリゾートとかに滞在してなくても誰でも入れて、プールとビーチ、食事が楽しめます。1人35ドル払いますが1日楽しめます。またその35ドルはクレジットとして食事やお酒などに使えました。ここのビーチは白い砂で、ババロプンタカーナの中では一番綺麗なビーチになります。翌日はセレナーデプンタカーナリゾートのワンデーパスを当日に購入して行ってきました。時間は確か9時か10時から夜の8時まで入れて、食事飲み物付きのオールインクルーシブでした。リゾートでは必ず ID またはパスポートを聞かれます。私は ID しか持っていなかったので ID を出しました。私たちは11時半頃から5時半ぐらいまでいて、ランチ、あとは夕方のスナックを食べて元を取りました。金額は多分アメリカのドルで大人1人95ドル、子供は55ドルぐらいだったと思います。情報はすぐ変わってしまうので、必ず行く前にデイパスが可能か、金額がいくらか電話で確認してから行ってます。そしてこの日目いっぱい遊んだ後、実は夜の8時ぐらいから子供が耳が痛いと言い、夜中に夜間クリニックに行きました。翌日私たちは飛行機に乗って帰る予定でしたが、まず耳鼻科に行くように言われてしまいました。急いで朝から耳鼻科の予約を取り、行ったところ副鼻腔炎と外耳炎になっていて、飛行機は3日間は乗らないようにと言われてしまいました。その後処方してもらった薬を飲んでいましたが、夜中に吐いてしまい、もっと大きい病院に行きました。
結果入院することになってしまったんですが、小児科の医師は朝まで来ないので、それまで待たなければいけなかったり、入院の手続きをしてくださいと言われ、書類にサインするのかと思えば、先にデポジットとして$1000払ってくださいなど、いくら主人にとって母国だとしても、主人も自分で病院に行った経験がなかったので、本当にいろいろ大変でした。入院は1泊で済み、その後本当に早く帰りたかったアメリカに無事戻ってこれました。今回の旅行も楽しい旅行のはずでしたが、最後は当分忘れられない経験になりました。皆さん、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。